あ、ぼいちゃんぼいちゃん、皆さん、こんにちは。明日がふるさです。今日はステージ2の3、初学者向け 3D プログラミングの 2D 変化を解説したいと思います。2DXY 平面上でオブジェクトを配置する方法です。この後 3D 変換もやる予定なのですが、とりあえず比較的わかりやすい 2D で概念を理解してしまえば 3D もほとんど同じでわかりやすいという 3D あるあるを使います。対応するガチャンのソースコードはこちらにありまして、ガチャンネームスペース .h の定義をトランスフォーム 2D に書き換えてビルドと実行することで実際に動かして試せるようになっています。まずは前半でオブジェクトを拡大縮小、回転、平行移動させて配置する方法、そして後半でそれを少し拡張して最終的にオブジェクト、ここでは腕の階層構造を持った各関節を動かす方法を解説します。ソースコードでやっていることは後半を含めた内容になります。まずは 2D の拡大縮小です。ある点の集まり、点集合もしくはモデルの大きさを原点を中心に出題するには各要素に S をかければ良いです。当たり前ですね。点の代表として A、B とすると、出題した A'、B' は、A'、B' イコール S かっこ AB となります。一応点集合で見てみるとこんな感じ。この A'、B' イコール S かっこ B を行列で表すと、いわゆる拡大縮小行列ができます。次に 2D の回転です。長さ1の X 軸ベクトルをθ回転したベクトルはコサインθ、サインθ。長さ1の Y 軸ベクトルをθ回転したベクトルは同様にマイナスサインθ、サインθとなります。ある点 A、B を原点周りにθだけ回転した点は
A ダッシュ B ダッシュイコール A カッココサインシータサインシータ足す B カッコマイナスサインシータコサインシータとなります。サインシータ、サイン、コサインはそういうものという認識でいいと思います。C の標準関数にもありますし、こちらにも用意してくれます。一応点数を見るとこんな感じ。この A ダッシュ B ダッシュイコール A カッココサインシータサインシータ足す B カッコマイナスサインシータコサインシータを行列で表すと、いわゆる回転行列が出来上がります。ところで、点とかベクトルと行列の掛け算ですが、左の値は横と縦の左側をそれぞれかけたものを足す。右の値は横と縦の右側をそれぞれかけたものを足す。横縦です。これは覚えておいてください。次に 2D の平行移動です。ある点を平行移動するという場合、単純にその分各要素に足せばよい。例えば A、B が C、D 分移動すると、それは、A ダッシュ B ダッシュイコール A たす C、B たす D となります。一応点数を見てみると、こんな感じ。この A ダッシュ B ダッシュイコール A たす C、B たす D を行列で表すと、ちょっと拡張して平行移動行列ができます。 3×3 行列になってしまいましたが、計算方法は全く同じ横縦です。それでは拡大縮小回転平行移動を順にする行列はどうなるのか。平行移動行列の 3×3 行列に揃えて順番にかけるだけです。これらを P ダッシュ P、S、R、T として P ダッシュイコール P、S、R、T となります。一応点数を見てみると、こんな感じに順番に変換していくようになります。
この3つの変換によって点集をどう配置して表示するかはだいたい表現できます。ちなみに行列と行列の掛け算はベクトルと同じく横縦です。行列と行列の掛け算やベクトルと行列の掛け算の、後先の関係は書いても大丈夫ですが、かける左右位置は書いてはいけません。そして横縦です。さて SRT だけ先に計算をしてそれを L とすると、これで拡大縮小回転平行行列を平行移動行列を一つの行列 L で賄います。 P' イコール PL。 はい、前半はここまでになります。ここでトランスフォーム 2D.cpp のソースをちょっと見てみましょう。ちょっと注意なのですが、この変換移動行列 SRT たちは実は 3D 用なんです。ですが、ちょっと気を使ってやれば 2D の行列と同じ意味になります。具体的には S だと拡大縮小の Z を1、変化なしに設定して定義を見ると Z が1だと左上しか要素がなくなり、 2D の拡大縮小行列と同じものになります。 R は回転を Z 軸の回転だけ使っているのも同様で、定義を見ると左上しか要素がなくて 2D の回転行列と同じものだとわかります。 T も平行移動の Z を0、変化なしに設定して定義を見てみると Z が0だと左下しか要素がなくなって 2D の平行移動行列と同じものだとわかります。点集合の Z 値はこれらの変換をしても全く変化しないということになります。これらの SRT を LS にまとめて PS に相当するガチャンゲンオブジェクトにセットマトリックスして描画しています。これを見ると 2D と 3D でほとんど内容が同じだということが感じられると思います。この変換を扱った後編、変換で関節の階層構造を作るで続きます。結構必須な内容なので、ぜひ
みてくださいね。また、ちょっと面白いトピック、ステージ3の6ロボット工学の逆運動学への準備でもあります。お楽しみに。今回の動画が何かしらの参考になれば幸いです。何かするときにはすべてご自身の責任において行ってくださいね。またお会いしましょう。